今週の出雲ラボは Amazon のセールで買い込んできたボール版でフライス版の真似事をして遊んでみました。思ったよりも使えるボール版とクロステーブル、物理工作の幅が広がりそうななんちゃってフライス版、よかったら見ていってください。こんにちはったらこんにちは。出雲です。今週は物理工作。Amazon のゴールデンウィークセールでね、ずっと欲しかったボール版買っちゃいました。はい。では、買ったものの紹介しちゃいますね。今回買ったのがこれです。高木のミニボール版。バイスもついて1万と509円。結構お買い得。思ったよりもちゃんとしてます。実は職場でも同じの使ってて欲しかったんですよね。こっちクロステーブル。これ買ったのは7年前。あんまり出番がなかったのですが、この度ついに表舞台に立つことに。これ結構高いのですが、今はほとんど同じで半額以下のものが色々あります。そっちでもいいかも。あと注意が必要なのは、このちょっと変わったパーツ。割とあると便利な高さ自由クランプというのですが、これ別売りです。しかもそこそこ高い。入ってないのになんでこんなに堂々と写真載せるのか謎です。というわけで作ってみました。材料はアイスの棒。こんなので十分使えそうです。一応エンドミル。これないと加工できませんからね。7本セットで758円。こういうのもピン切りで、これはピンの方ですが、今回の用途では十分でした。治療はここまで。続いて動画をご覧ください。ターゲット素材を準備します。今回も 1mm 厚のプラ板を加工しましょう。これがうまくいけばアクリルカッターでカリカリやる必要もなくなるかも。定規で測りながら着替えていきます。クロスステージの都合上、水平と垂直の加工が楽なので、そこそこ真面目に線を引きます。手書きが終わりました。ではステージのセットアップ。ステージに傷をつけないように5番を置いて、その上に素材をセットアップします。この時点ではまだ自在クランプを作ってないので別のもので代用。手で仮止めしてからスパナでギュッと締めました。次はエンドミルのパンのセットアップ。今回は 2mm のものを使用します。レバーを下げ切った時に対象部材の底に来るように刃の位置を調整。これで準備完了です。さて、切削を始めましょう。角に位置合わせしてスイッチオン。ゆっくりと刃を下ろします。なんせボール板なので片方の手でレバーを下げながらもう片方の手でクロステーブルのハンドルを回さないといけない。ちょっと大変。なんとかボール板のレバーは固定できるようにしたいところ。ハンドルを回すと滑らかにプラ板が削り取られていきます。最初は恐る恐るだったんですが、割と大胆に回しても大丈夫そう。ぐりぐり削っていきます。いっぺん削り終えたところで、鉄削オイルを買ったことを思い出しました。一応塗っておきます。こういう工作の動画を見るのが結構好きで、プライス版とか線版とかたくさんありますよね。ついつい見ちゃう。本当、自分がプライス版回すことになるとは思いませんでした。
というところはちょっと危なっかしいですが、なんとかクリア。2分目終了。CX でターゲットが見えなくなっちゃったので掃除。オイルを塗って最後の辺に取り掛かります。ゆっくり削って、ゴール。反対側の辺を試しに薄皮1枚残したので、中央の板が飛んでいかずに済みました。これなんか考えた方がいいですね。掃除して、ナット緩めて、初めてのフライス板作業終了です。仕上がりを見てみましょう。思ったよりも綺麗です。ここ、テーブルを逆に動かしちゃったんですよね。操作ミス。内側の板がこう。ここは試しに薄く残してカッターで切り取った後、ミスさえしなきゃ仕上がりとしてはなんか問題なさそうです。というわけで、初めてフライス板もどきでクリーン作業をしてみたってお話でした。本当はアクリルカッターで切った方が早いですね。って結論にする予定だったんですが、思いのほか楽に綺麗にできたのでびっくり。まあ準備はそれなりに大変ですけどね。今回 1mm のバラ板なのでどっちが楽かなとか悩んでられますが、これが 2mm 以上のバラ板とかアクリル板になると切り抜くのはシャレにならない労力なので、フライス板の方が全然楽。次は厚めのパラ板で何か作ってみたいですね。はい。それではここまでご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。次はちょっと久しぶりにステッピングモーターなどを回してみるかもです。ではまた次の動画でお会いしましょう。